厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はフランスの作曲家ドビュッシーをご紹介します。ドビュッシーは印象派、象徴派と呼ばれる作曲家ですが、本人は生前こうしたグループに分類されることを嫌い、独自の世界観を追求しました。今日は個性豊かなドビュッシーの名曲をたくさんお聴きいただきながら、ドビュッシーの人生について解説します。チャンネル登録をしてぜひ最後までご覧ください。ドビュッシーは1862年パリ郊外の町サンジェルマン・アンレに生まれました。ドビュッシーの家は陶器店を営んでいましたが、父マニュエルが商人に雇われたことで、ドビュッシーは5歳から家族と共にパリで暮らすことになります。7歳の頃、ドビュッシーは母の出産によってカンヌにいる叔母の家に預けられました。そしてこのカンヌでピアノの手ほどきを受けます。カンヌに走る鉄道、街道に咲く美しいバラとその香り、そして広がる海にドビュッシーは五感を研ぎ澄まされたそうです。一方で一人パリに残った父親の方は大きな事件に見舞われていました。1870年の夏、不仏戦争が始まり、パリはその中心地になったのです。父はこの戦争によって職を失い、翌年に反政府軍である国民軍に入隊します。国民軍は一時政権を握ったものの、政府軍の反撃に遭い、パリは血の一週間と呼ばれる政府側の2万人にも上る大虐殺に見舞われます。父マニュエルは運よく生き残りますが、捕虜として座る場所もないほど劣悪な環境の収容所に投獄されました。ドビュッシーは9歳で国家に背いた犯罪者の息子となってしまったのです。そしてこの父のことを誰にも話さず、周囲にも心を閉ざしていきました。父はそんなドビュッシーのために奔走します。収容所で出会った音楽家のつてで優秀なピアノ教師を見つけ、ドビュッシーのピアノの腕前は飛躍的に向上しました。さらに父は作曲家でパリ高等音楽院の試験官でもあったフェリシアン・ダビッドの推薦状を手に入れ、ドビュッシーは10歳でパリ高等音楽院に入学することができたのです。父の犯罪というトラウマを抱えたドビュッシーは音楽院入学後も周囲とうまくコミュニケーションが取れませんでした。そんなドビュッシーを指導していたのがピアニストのアントワーヌ・マルモンテルでした。マルモンテルはチャイコフスキーから曲を検定されたこともある音楽家で、ビゼーやデュボワ、ギローなど数々の著名な音楽家を指導した教育者でもあり、ピアノの詩人ショパンの生演奏を何度も間近で見聞きし熟知していたピアニストでもありました。マルモンテルはドビュッシーの才能を見抜き、粘り強く励ましながら指導をしました。ドビュッシーのピアノ演奏は素晴らしいものでしたが、コンクールなどで気の乗らない課題曲を弾くのは苦手でした。そのせいか、ピアノの学内コンクールは2等賞止まりで、1等賞の獲得はできませんでした。もっと大変だったのは和声のクラスです。ドビュッシーの持つ独特の感性がルールとして決められた音楽規則に抗ってしまうのです。ドビュッシーは次第に規則ではなく自分の感性に従って音楽を作るようになっていきました。そんなドビュッシーが17歳の頃、マルモンテルは彼にチャンスを与えます。シュノン奏上の上手の不眠をなだめるため、夜ごとピアノを演奏するという仕事をドビュッシーに斡旋してくれたのです。
さらに翌年ドビュッシーが18歳の年にはチャイコフスキーのパトロンとして有名なロシアの大富豪の未亡人メック夫人のヨーロッパ旅行に同行するピアニストとしてドビュッシーを推薦してくれたのです。ドビュッシーはこうした経験を通じて上流階級の暮らしやチャイコフスキーらロシアの最新の音楽、ヨーロッパ諸外国の文化などを学び取ります。メック夫人に同行したヨーロッパ旅行の前後に書いたとされているのがこのボヘミア風舞曲です。ドビュッシーがパリ音楽院に通い始めて8年が経つ頃でした。親に頼ってばかりとはいかず、収入を得るためにピアノのレッスンや伴奏の仕事をし始めました。ある日伴奏している声楽教室でドビュッシーはある女性に夢中になります。美貌と美声の持ち主、バニエ夫人でした。ドビュッシーは猛アタックの末、14歳年上のバニエ夫人の心をつかむことに成功します。さらにドビュッシーはバニエ夫人と少しでも長く一緒にいるため、バニエ夫人の夫に許可を得て、家族のようにバニエ家に出入りして過ごすようになったのです。この時期に作曲したとされているのが有名な月の光です。この頃ドビュッシーはローマ大賞に挑戦していました。ローマ大賞とは30歳までの若手芸術家が参加できるもので、17世紀にルイ14世が創設して以降、ベルリオーズやグノー、ビゼ、マスネなどフランスを代表する作曲家たちが優勝を飾ってきた歴史と栄誉あるコンクールです。ドビュッシーはローマ大賞には興味はありませんでしたが、周囲からの説得を受け、いやいや参加していました。19歳で初めて参加した時には予選落ち、20歳で参加した2回目は第2等賞、そして21歳で参加した3回目にとうとう大賞を受賞したのです。しかしドビュッシーはあまり喜んではいませんでした。ローマ大賞の優勝者には副賞としてイタリア・ローマにあるフランスアカデミーへの作曲留学の機会が与えられるのですが、ドビュッシーはバニエ夫人と長期間離れるのを嫌がっていたのです。結局翌年にローマへと向かいはしますが、バニエ夫人に会うために途中でパリに戻ったり、バニエ夫人とフランスの海水浴地ディエップに休暇を超過していったりと、心ここにあらずといった状態でした。ローマでの生活が肌に合わなかったこともあり、結局規定最短期間の2年が経過した24歳の年、ドビュッシーはそそくさとパリへ戻ってしまうのです。しかしこの頃にはドビュッシーとバニエ夫人の関係性は少しずつ変わっていました。そしてドビュッシーが26歳の夏を最後に恒例となっていたディエップ滞在もなくなってしまったのです。
ドビュッシーがこのピアノと管弦楽のための幻想曲の作曲に取り掛かった1889年、4回目のパリ万博を訪れたドビュッシーは、ジャワの民族音楽ガムランに出会います。ガムラン特有の楽器の響きや独特の音楽構造などにドビュッシーは大きな影響を受けます。そしてその翌年28歳の年、ドビュッシーはフランス象徴派の代表的な詩人マラルメに引き合わせられます。ドビュッシーの歌曲に感銘を受けていたマラルメは、自作の詩「牧神の午後」を舞台上演するにあたってドビュッシーに音楽をつけてほしいと思っていたのです。ドビュッシーは依頼を受け、上演の日程まで決まったのですが、直前に延期となり、そのまま上演されることはありませんでした。しかしドビュッシーは作曲を続けていました。当初3部構成で予定されていたのですが、最初の前奏部分が完成すると、他の部分が不要なほど完璧に仕上がっていたそうです。こうしてできたのがドビュッシーの出世作「牧神の午後」への前奏曲です。牧神の午後への前奏曲の初演は大成功でした。初演を指揮したギュスターブ・ドレはこう語っています。突然私は背後で聴衆が魅了されているのが分かりました。完璧な勝利でした。規則ではアンコールは禁止されていますが、私はためらいなく規則を破りました。さてドビュッシーはこの曲を作曲していた30歳頃、ある女性と一緒に住み始めました。ギャビーという優雅で洗練された美しい女性でした。この頃に作曲し始めたのが弦楽四重奏曲「ト短調」です。しかし翌年ドビュッシーは別の女性に心を奪われます。ソプラノ歌手のテレーズ・ロジェです。ドビュッシーはギャビーとの同棲を隠したままテレーズとの婚約を発表したのです。しかし婚約発表後にテレーズはギャビーの存在を知り、婚約は破棄されました。こうした騒動があってもなお、ギャビーはドビュッシーから離れませんでした。ドビュッシーの度重なる浮気にも貧乏な生活にも耐えていました。しかしある日、ドビュッシーの新たな浮気の証拠となる手紙を発見してしまったギャビーは、1897年ピストル自殺を図ったのです。幸い未遂には終わったのですが、2人の関係は修復不可能でした。翌年にはドビュッシーが35歳で深刻なうつ状態になり、その年の末、2人は別れることになったのです。ギャビーとの別れから1年後、37歳のドビュッシーは別の女性と結婚します。リリーという美しい女性でした。経済的に困窮していたドビュッシーは、教会で結婚式を挙げることができず、市役所だけで式を執り行いました。リリーと結婚したことで精神的に安定し始めたドビュッシーは、作曲にも集中できるようになりました。すでに着手していたオペラ「ペレアスとメリザンド」の作曲も進みました。しかしドビュッシーを不幸が襲います。ギャビーの自殺未遂でボロボロになっていたドビュッシーを支え続け、ドビュッシーの音楽を積極的に出版してくれていたアルトマンという人物が結婚の翌年に急死してしまったのです。
これによってドビュッシーは出版という重要な収入源を断たれてしまいました。さらにはその夏、妻リリーがめでたく妊娠するのですが、リリーは体が丈夫ではなく、ドビュッシー家の経済状況も悪化していたため、出産するという選択ができず、リリーは中絶するしかありませんでした。ドビュッシーは雑誌の音楽評論など作曲以外の仕事も行います。そしてそんな最中、朗報がありました。オペラペレアスとメリザンドの初演が難航の末、ようやく決まったのです。初演の準備に忙しくなってきたドビュッシーは評論活動をやめ、初演に向けて全力を注ぎました。しかしこの準備も難航します。ペレアスとメリザンドの戯曲作家メテルラーンクが自分の愛人をヒロインのメリザンド役にせよと文句をつけてきたのです。メテルラーンクの愛人はドビュッシーの思い描くメリザンドのイメージと合わなかったため、メリザンド役は別のソプラノ歌手に決まります。これに我慢ならなかったメテルラーンクは様々な脅しに出たり、著作権協会の調停にまで持ち込みますが、結果は変わりませんでした。それでもメテルラーンクの怒りは収まらず、新聞に抗議文を掲載するなど、ドビュッシーと真っ向から対立します。さらに別の問題も発生します。オペラの舞台転換に想像以上の時間がかかったため、間奏曲を書き足す必要が出てきました。こうした様々なトラブルを抱えながらも、1902年、ドビュッシーが39歳の時、オペラペレアスとメリザンドは初演を迎えました。作曲家のラベルやドラージュ、ファリャなど多くの芸術家たちも集まった初演は賛否両論でしたが、公演を重ねるごとに熱狂は高まっていきました。ついにはドビュッシー本人が大当たりという言葉で表現するほどの大成功となったのです。そして初演の翌年の1903年、40歳のドビュッシーはレジオン・ドヌール勲章を受勲します。こうして作曲家として高い地位を確立したドビュッシーがこの年に作ったのが名ピアノ曲集版画です。この曲が初演された1904年、41歳のドビュッシーにまた女性問題が起こります。裕福な銀行家の妻、エンマと深い関係になったのです。エンマはドビュッシーにとって先輩作曲家であるフォーレとも愛人関係だった女性でした。エンマに夢中になったドビュッシーは妻のリリーを実家に送り出し、エンマとジャージー島に逃避行し、リリーには別れを匂わせる手紙を送ったのです。このジャージー島滞在中に完成したとされるのが喜びの島です。ドビュッシーは2ヶ月ほどでエンマと共にパリに戻ります。しかしここで大事件が起こります。ドビュッシーの心が戻らないことを知った妻のリリーはギャビーと同じくピストル自殺を図ったのです。リリーは一命を取り留めましたが、このスキャンダルは新聞で報じられてしまいます。エンマが大作曲家フォーレの愛人だったということもあり、芸術家仲間の多くはドビュッシーを強く非難し、ドビュッシーは孤立していきます。さらには夫とまだ離婚をしていない状態でエンマの妊娠が分かり、これも物議を醸しました。この大騒動の中、世間の非難から逃れるようにドビュッシーはある名曲の完成に向けて没頭していました。それがドビュッシーの代表的な名作3つの交響的スケッチ「海」です。
この曲が完成し初演された1905年、ドビュッシーはリリーに月400フランを支払うことを条件に離婚が成立。エンマの夫の方の不貞も明らかになったため、夫がエンマに年1万フランを支払うことを条件に離婚が成立しました。1905年は先ほどの海に加え、この映像第1集も生まれた年でしたが、さらにドビュッシーにとっての宝物が生まれました。娘です。43歳のドビュッシーは娘にシュシュという愛称をつけてとても可愛がります。そしてシュシュのためにピアノ組曲「子供の領分」を作曲します。子供の領分が完成した1908年、45歳のドビュッシーはエンマとの婚姻届を提出し、騒動からおよそ2年余りで2人は夫婦になりました。そしてドビュッシーは家計を支えようと指揮者としての活動を始めます。これが思いのほかうまくいき、ドビュッシーはイギリス・ロンドンへ演奏旅行に行くことになりました。イギリスの聴衆は前衛的なドビュッシーの音楽をよく理解し、ドビュッシーを大歓迎で迎え入れました。イギリスでの成功を土産にドビュッシーはフランスに戻ります。そしてこの映像第2集が初演されたのです。ドビュッシーの音楽活動はまずまず順調でした。オペラ「ペレアスとメリザンド」がニューヨーク、ミラノ、ミュンヘン、ケルン、ベルリンなど外国の各都市で上演されます。翌年ドビュッシーは再度イギリスに式旅行に行きました。公演は大成功でしたが、式中のドビュッシーの体に異変が起こります。持病の自筆が悪化し出血してしまったのです。アンコールにも応えられないほど悪化してしまったため、ドビュッシーは予定されていた公演をキャンセルし帰国します。そこからも毎日のように出血が続いたそうです。この翌年の1910年、体調の悪化に加え、ドビュッシーに良くない出来事が続きます。この年の初め頃からエンマとの折り合いが悪くなり、離婚を考えるまでになりました。また夏には父の容体が悪化し、秋に亡くなってしまったのです。それでも作曲や指揮などの音楽活動は順調でした。この年の3月にはドビュッシーの指揮によって管弦楽のための映像第3曲「春のロンド」が初演されました。続く5月には「沈める寺」を含む前奏曲集第1巻の4曲がドビュッシーのピアノにより初演されました。
11月にはウィーンとブダペストに演奏旅行に行き、12月には劇聖セバスティアンの付随音楽の作曲契約もするなど、ドビュッシーの音楽活動は順調でした。順調に思えた音楽活動でしたが、翌年の1911年に入り、状況が変わります。作曲契約をした聖セバスティアンの台本がなかなか送られてこず、やっと届いたかと思うと、4幕の予定だった劇が5幕になっていたのです。ドビュッシーは2ヶ月の間に膨大な曲数の作曲をせねばならず、友人のカプレにオーケストレーションを依頼して、なんとか完成に向かわせます。しかし初演が行われる1週間前、パリの大司教がこの劇の観劇禁止令を出したのです。台本の内容が聖セバスティアンを汚していると見られたためでした。さらには当日の朝にゲネプロが中止になるなどのアクシデントも発生し、初演はうまくいきませんでした。この頃のドビュッシーは経済的に困窮を極め、体調も悪化していました。アメリカ・ボストンでペレアスとメリザンドの上演計画も持ち上がりますが、エンマの反対に遭い実現することもできませんでした。そんな苦しい状況の中で作曲されたのが前奏曲集第2巻です。この前奏曲集第2巻が完成した翌年の1914年、歴史的な大事件が起こります。オーストリアの皇太子夫妻がセルビアの青年に射殺されたのです。この2国の争いはオーストリア側にドイツ、セルビア側にロシアがついたことで第一次世界大戦へと発展していきます。フランスはロシアと同盟があったことからドイツと対立関係になりました。ドビュッシーは一時避難生活を余儀なくされ、腸の具合もますます悪化し、創作意欲も失ってしまいます。そんなドビュッシーにフランスの音楽出版社デュラン社からある依頼が舞い込みます。敵国であるドイツ版とは違うフランス版の楽譜を出版するための楽譜工程の仕事でした。創作意欲が低下していたドビュッシーはこの仕事に夢中になります。ドビュッシーはショパンの楽譜工程を担当することにし、エチュード集やノクターン集、ポロネーズ集の工程に心血を注ぎます。このショパン作品の工程作業で創作意欲を取り戻したドビュッシーが1915年の夏に作曲したのが名作チェロとピアノのためのソナタです。ドビュッシーはさらに同時期に12のエチュードを作曲します。そしてこの曲の検事にはフレデリック・ショパンの思い出にと記したのです。
の曲集が完成したおよそ2ヶ月後のことでした。53歳のドビュッシーに直腸がんとの診断が下ります。すぐに手術を行い放射線治療も開始しましたが、痛みは収まりませんでした。ドビュッシーは痛み止めにモルヒネを処方されたのですが、当時の医学ではモルヒネの適切な使い方が開発されていなかったため、ドビュッシーはどんどん無気力になっていきます。さらにこの時期、娘のシュシュも病気にかかっていたため、医療費もかさみ、ドビュッシー家の経済状況は極限状態でした。そんな中、さらにドビュッシーに追い打ちをかけるように、裁判所からある通達が届いたのです。その内容は、ドビュッシーが前妻リリーとの離婚時に取り決めた支払いが1910年以降滞っていることを受け、ドビュッシーに支払いの保証として供託金を3万フラン納めるようにというものでした。ドビュッシーは精神的に追い詰められていましたが、演奏活動や工程作業、ショーの審査員など様々な仕事を行いました。そして1917年、54歳のドビュッシーはバイオリンとピアノのためのソナタを完成させます。そしてこの曲はドビュッシー最後の作品となりました。翌年の1918年、とうとうドビュッシーはベッドから起き上がることができなくなりました。そしてその年の3月25日の夕方、近しい人たちに見守られながら、ドビュッシーは静かに眠りにつきました。55年の生涯でした。ここまでドビュッシーの人生と名曲を紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。動画の感想はぜひコメント欄で教えてくださいね。この作曲家シリーズの動画はこれまでにもたくさん出しています。概要欄に再生リストも載せていますので、まだご覧になっていないものがあればぜひ見てくださいね。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団、演奏家の紹介や有名曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！